秘宝です。チヒロスの RGB ライトがダウングレードされていた情報はご存知でしょうか。このチャンネルを見ている方はチヒロスというアクアリウムメーカーをご存知かと思います。またこのチャンネルの動画を見てライトを購入した方も少なからずいらっしゃると思います。チヒロスとは日本のアクアリウムライト業界に殴り込んだ RGB ライトのメーカーです。RGB ライトといえば ADA の最高峰ライトであるソーラー RGB を思い浮かべる方は少なくありません。そんな中 RGB ライトといえばチヒロスだよねと一部の方には言われるようになるほど有名になりました。当チャンネルでもいろいろなアップデートやオプションパーツについての解説をしてまいりました。個人的に好きなメーカーの一つでもあるんですが、最近気づいたことがありました。実は知らないうちにダウングレードされていました。今日はこのことに関して紹介させていただきます。このチャンネルではアクアリウムに役立つコスパのいい製品を紹介しています。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。千尋のライトはタイマー、調光機能がスマホアプリで管理できる IoT アクアリウム機材です。日本に RGB ライトの切り込み隊長としてやってきて、 RGB ライトといえば ADA ソーラー RGB、 アクアスカイ RGB といった高級でなかなか手に入らないライトだというイメージを一変させました。私もこのチャンネルを通して WRGB1 の頃からファンなんですが、最近不具合報告が増えているということでいろいろ調べていました。そんな中で今回知ったことのうちの一つが僕にとって衝撃的だったのでお知らせいたします。それがメモリー機能がなくなりました。メモリー機能とは、メンテナンスでライトの電源を抜いたり、停電などで一時的に電源供給がなくなったとしても、再度電源を投入すればタイマー機能が発動し、決まった時刻にしっかり点灯するというバックアップの機能のことです。いや、僕はなんとなしに使っていました。水槽を移動して電源をオフにした後とか、家のブレーカーが落ちた時にチヒロスのライトアプリで動作を確認していました。なんか毎回消えちゃうな、データが飛んじゃうなっていう風に思っていたんですよね。なんかタイマー機能がうまくいかなくて、夜になってもライトが点灯しなかったり、夜中点灯しっぱなしで朝まで点灯していたこともありました。ただ以前はしっかりとタイマー機能が維持されていました。だいぶ前のロットです。試しに開けやすいビビド2の通信基板のところを開けてみました。すると確かになくなっていました。基板からバッテリーの部分がごっそりなくなっていました。これが僕の中でとんでもなく衝撃的で、アップグレードならわかるんですが、ダウングレードを何ら告知なく行っていたんですよね。詳しく千尋に聞いてみると、数ヶ月前からこのような変更をかけていたようです。全く知りませんでした。以前 Bluetooth 交換の動画を作らせてもらったんですが、その時はまだバッテリーがついているタイプを私は所持していました。現在はバッテリーがない基板が流通しています。なぜ変わったのか。変わった理由を2つほど挙げます。1つ目は、基本的にはボタン電池は航空機で運んではいけないルールになっています。なので今まではチヒロスのライトのバッテリーは各国のローカル販売店で搭載してから出荷するように命じられていました。多分これ知らない方多いと思うんですが、輸出の際はバッテリーを外して販売する代理店でバッテリーを自分でつけてねというような対応をしていました。これは日本だけじゃなくてヨーロッパでもそのように行われていました。国内ではラボックが正規代理店なので、ラボックでバッテリーを載せてそれで出荷していたというわけです。皆さんのチヒロスのライトはバッテリー載ってますか？そして現在は基板にバッテリーをつけることもできなく変更されています。WRGB2 も WRGB2 スリムも
ビビド2も C2RGB も全ての機種がバッテリー非搭載です。もう僕たちに打つ手はありません。瞬間的な停電やメンテナンスでのライトの移動で電源を切ったりするたびにタイマーのデータを再度アプリから読み込まないと正常に動作しません。長い間使っていた僕からしたらとても不可思議なダウングレードでした。2つ目の理由として中国の現地ではこういった話も上がっています。一般にバッテリー保証の基板回路を追加するコストを抑えたものと考えられます。工場では実際は人の手作業でバッテリーを搭載しており、その人の人件費を削るためだという現地の話があります。ただでさえ部品や金属のコストが上がっています。ライトで使用されているアルマイトという放熱性を高めた錆に強い金属は3倍にも値段が上がっています。また輸送に使うコンテナ不足、段ボールの価格の上昇、原油の上昇による航空機輸送代、円安ドル高に伴う輸入のコスト増加、これらをひっくめると末端価格では 5% から 10% 程度のトータルコストの増加が見込まれています。今回バッテリーの保証回路を完全に取り除くということでダウングレードされましたが、価格を抑えるためにそういうところで削るしかないのでしょうね。ただ個人的には削ってほしくない場所でした。バッテリーがないタイマー機能付きライトの不遇として何が考えられるのかというと、電源アダプタの動作が安定していない場合、気づいたらタイマーが発動せずライトが点灯しないという不具合が起きます。最近増えているのはスマートコンセントに電源をつけていて、タイマー機能をオンにしていないのにライトが時間通りに点灯しない、そういったことを耳にします。スマートコンセントの設定を入れていないにもかかわらず電源が供給が安定していないということでライトのタイマーが正常に作動しないという不具合です。これはスマートコンセントは電源供給が安定しない製品があります。あと最近増えているタコ足配線、タコ足配線は理論上電力供給量は変わらないんですが、タコ足配線が増えると供給電力が下がることがあります。例えばタコ足配線で使用しているパソコンを起動すると、起動時に一時的に使用電力量が上がり、ライトへの電力供給が一瞬低下します。一瞬落ちたとしても普通のフィルターやヒーターなどは影響ありません。すぐに再度復帰します。ですが千尋のライトは瞬間的にオフとなり、バッテリーを積んでいないためタイマーがリセットされ作動しなくなります。これは一般家電でもある現象です。例えば電子レンジやエアコンを使用したりすると、一瞬部屋の電気が暗くなる現象がしばしばあります。ですが一般家電は少し電圧が低下しても対応できるような電源構成になっています。ところが千尋のライトはタイマー制御基板にバッテリーを搭載せず、おそらく電源アダプターのコンデンサー頼りに方向転換したんじゃないかなと考えています。電源アダプターにはどのメーカーもコンデンサーというほんのちょっとの間なら電源供給が低下しても大丈夫だよっていう部品を搭載しています。これは本当に一瞬で1秒も持ちません。ただ実質的にはこれで十分なんですが、その考えが思ったよりうまくいかないためにライトのタイマーが発動しない時があるっていう報告をよく耳にするんでしょう。なぜこういうアップグレード、もといダウングレードにしたのか。タイマー機能を有するライトにバッテリーは必須です。毎日動作を気にしながらライトを使うのは非常に面倒です。こういった不遇を招かないために千尋のライトはバッテリーを積んでいないため、タコ足配線をせず安定した電源で使うようにしましょう。コンセントに直差し、これがベストです。チヒロスの製品は2年から3年の間にリニューアルされます。今度出ます WRGB2 Pro、 またビビド3なども予定されております。今後こういった点がアップデートされるように願っています。また販売店舗の方はご存知かと思いますが、チヒロスの通信基板の不具合報告が最近増えています。販売における絶対数が増えたということもありますが、構造的に脆弱な場所があると僕は考えています。
チーロスのライトを使い始めてから2年半ほど経ちますが、長く使って気づく点もあります。今後こういった情報も発信していきます。チャンネル登録よろしくお願いします。また本社には要望など伝えることもできますし、チーロスもこのチャンネルを見ています。コメントなど率直なご意見などあると要望として採用されるかもしれません。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。